高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日は最近増えてきた飲食店のスマホ注文が物議を醸し取る件について話していきたいんやけど、要は、店でさ、QR とか読み込んで、スマホで注文してねっていうやつやんな。メニューが見れて。そう。LINE とかでな、注文できたりするやつやんな。これが賛否両論あって、賛成意見としては、店舗側にメリットがあって、人員の削減であったり、初期投資が少ない。他にもスタッフの定着率向上とか多言語対応が可能っていうことがあって。で、あと、お得感の提供。スマホ限定のメニューや割引を実地しとる店も多くて。あとは単純に利便性の向上で、料理の残り個数を表示したり、検索機能、詳しい説明の表示、サポートの提供、操作説明のポップの設置とか、困った時の声かけ、デジタル化が進む中でも人的なサポートの重要性っていう面から、導入を取り入れとる店が多いんやけど、それに対して、結構反対意見っていうのもあって、それが、通信量とバッテリーを懸念しとる人も多くて。というのも、自分自身のスマホを使うわけやから、それに対しての通信量や、バッテリーの残量を消費することに不満を感じるっていう人が多い。自分のギガにただ乗りさせるんじゃない声が上がっとるな、実際に見た記事では。注文で、自分のブラウジングとかでな、通信量が少なからず消費されるってのもあるからな。確かに自分でな、ページを開いて使ってる分やから、客の負担になるのかっていう気持ちもわからんでもないな。Wi-Fi がなければそうなるわな。っていうことで、そもそもタブレットを設置してくれっていう声やな。店側がタブレットを設置して、それで操作させろっていう意見。牛丼屋とか、日高屋とか、焼肉屋とかも結構あるな、タブレットパターンな。あとは単純にスマホ操作の困難。高齢者とかには分かりづらかったり、あとは子供が小さかったら、スマホ自体を子供が触っていじってしまうっていう問題もある。じゃあ子供がおる家庭やと、子供の前ではスマホ触らんのかな、親は。どうなんやろな。だからそもそも食事中にスマホを操作することに抵抗があるっていう意見もある。どうなんやろ。注文したら別に触らんでいいけどな。店によるけど、LINE にも連携して登録してくださいっていう注文の仕方があって、LINE に友達追加することで、その後も店からの宣伝 LINE とかが来たりっていう煩わしさはあるよな。たまにあるな。わかるな、それは。という感じで、本当に賛否あって、で、実際のところ、店がどんだけスマホでの注文っていうのを取り入れとるかっていうアンケートがあって、自分自身でスマホを利用させるセルフオーダーと呼ばれるのが、外食店での利用率が 57.1% で、テイクアウト時にモバイルオーダーさせる店が 48.8% という感じで、これが2021年度には 26% やったことに比べたら、もう本当に倍ぐらい普及しとると言えるんよね。確かに多いよな、最近は。今後もそういったことから、どんどん増加していくから、我々ももうそれに慣れていかなあかんよねっていう感じかな。他にも、セルフオーダーシステムっていうのが、オーダー用のタッチパネルが必要っていうわけになってくるから、タッチパネル式のシステムの場合、それぞれ各テーブルに、タッチパネルが必要になってくるから、その分導入せなあかんよねっていう感じで、それが1台だいたい平均3万から5万ぐらいになるらしいよね。それぐらいしそうやな。そう。もっとするかもな。単純計算でそれが10席、20席やったら、かける10かける20っていう感じで、タッチパネルの導入だけでも100万近くかかる店も出てくるわけなんよね。システムによって大半は月額制のサービスっていう方式を取っとるらしいんやけど。リース契約みたいな感じか。それでも、費用結構バカにならんし、店側としても極力安く抑えたい。それ考えると実際やっぱ、客のスマホ端末代とかに通信料にただ乗りしとるっていうことやんな。それは合っとるってことやんな。そのそうやな。ということから、結局客側で、スマホで QR とか読み込んでくださいっていう流れなんかな。確かに、実際自分が経験する中でも、スマホでの注文っていうのは増えたように思うわ。特に地方でこんだけやったら都会の方とかもっと普及しとるんじゃないかなっていうぐらい。そうやな。居酒屋とかも結構多いよな。そう。チェーン店とかは大体そうやし。チェーン店とかはタブレットが多いけど、小さいチェーン店とかやと結構な、QR コード置いてあって、そこから注文してっていう店多いし、あと、マクドナルドとかスタバとかもさ、スマホで注文、モバイルオーダーできるようになっとって、選べるけど、結局それが早いからそれを使っとるっていうのもあるよな。そうやな。個人的には別にそこまで気にはならんのかなっていう感じなんよね。
まあ LINE まで登録させるのはまあけど、まあどっちかというと通信料というよりは、やっぱその後の店からの通知が鬱陶しいっていうのがあるわ。だからもうその店だけで使って、もう店出たらもう非表示したりブロックしたりってしとるわ、俺は。店側からするとリピーターの獲得が命やからさ、そうやって LINE で友達追加させてさ、で宣伝メッセージ送って、で何回も来てもらわなあかんっていうのがあるから、まあだからやむなくというか、まあ煩わしさはあれど、自分たちの食っていくためにそうしてざるを得やんっていうところもあるんじゃない？で、結構ネットとか調べとったら、意外に反対意見が多いんよね。スマホでの注文に対して。で、中には、わざわざスマホの注文してくださいっていう店でも、店員読んで、まあ、オーダーを取らしましたみたいな、ドヤ顔で、ポストしとるやつとかもおって。で、こんなやつって、もうスマホ関係なく店から出禁にした方がいいと思うよね。これに文句言っとるやつは。それは確かにそうや。そういう意味ではあれやな。スマホないやつは注文するなっていうことかってさ、文句言ってるやつもおるやん。おるおる。SNS で。逆にさ、そのスマホ、そういうこと言うやつってさ、クレーマーみたいなやつやん。要は、やばいやつやん。いや、何事でも難癖つけたいやつよ。だから、店側からするとさ、そういうやつがこやんくなるから、やばい客を排除するっていう意味でもスマホ決済導入した方がいいってことになるよな。まあ確かにメリットはあるかもしれんよな。そもそもだって、スマホなんて今、ライフラインやん。電気、ガス、水道と同じぐらいさ、大事やん、もう。もう必需品やで。だからそれってさ、スマホ持ってないやつどうすんのやとかさ、ガラケーのやつどうすんのやとかさ、いうのってさ、そういうこと考えることがもうそもそもおかしいよな。そう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 。持たんさ、メリット以上にさ、持つ方がさ、得なんやからさ、そこはそいつが順応しろよって思うけどな。社会に。そうやな。だからその注文にかかる通信料とか電池残量とかさ、負担させるのに文句言うけどさ、だったらさ、その店まで行く交通費とか、そこに着てく服とか化粧とかもじゃあ店に負担しろっていう話になってくるやんな。突き詰めていけば。もう外出れやんよな。でもそんなもん負担しろっていうやつはおらんからさ。そうそうそうそなんでスマホだけ文句言うのっていう感じだけどな。う。いやまあそれはそう。自分がさ、今、通信料使い放題のプランで契約してるから、あんまり通信料とか気にしたことなかったけど、確かに俺も使い放題やわ。確かに、1ヶ月3ギガとかさ、カツカツでやっとる人からしたら、結構死活問題か。気になるんかもしれんわな。確かにな。あと、俺がこの前行った居酒屋の店は、スマホで注文式やったんやけど、俺がスマホでの担当したから、もうずっと注文が俺経由で、注文しやなあかんのね。だから、固定化されてしまうよね。それはでも別に他の人も読み込んで注文もできるんやろ。できるけど、会社って行ったからさ、まあこういうのって大体会社とかで行くと、若いやつがやらされるやん。はいはい。下っ端がやらされるような雑用みたいな感じで。そうそうそう。まあこれは別にスマホ関係なくさ、まあ店員呼ぶ店でもある話やと思うから別にいいんやけど、それは。やりすぎて、充電が怪しい問題が出てきたんよね。それはもうスマホ変えた方がいいんじゃない？そういう問題になってくる。でも逆にスマホで注文することでオーダーミスがないんよね、絶対。確かにな。通ってないとか、言いそびれたとかってな。直接会話やったら聞き間違いとかさ、個数とかでさ、オーダーミスが出てくるんやけど、スマホでやる分にはやっぱ間違いようがないからさ、こちらの言い分としてはな。だからまあその点ではまあ楽やったな。ぼったくりとかもさ、減るよな。減る。言った言わんだ問題がなくなるからな。勝手にな、注文したドリンクかさ増しっていうか個数増やされとったりとかさ、来てない飲み物勝手に入れられとったとかな。そういうのがなくなるよな。あと今店員がさ、結構外人の店も増えてるやん。だから話して、まあ聞き返されるよりかは、まあ一発でこうやって入力できた方が断然楽やな。注文する側のメリット結構大きいなと思うけどな。確かに友達とかで飲みに行った時に、最初にQR 読み込んだやつがずっと注文係みたいになるのはめんどくさいな。まあ確かにな。それトータル踏まえた上で、やっぱりスマホの方が便利になってくかなって思うから、この流れは個人的には別にありかなとは思うけどな。そうやな。通信料の件で言うと、あんなんページを推移する、ウェブサイトのページを推移するだけなんやからさ、ほとんど通信料消費せんねやからさ。そうやな、ビビたるもんや。そんなんもケチるぐらいさ、通信料節約しとるやつはもう外食せん方がいいと思うけどな。いや、なんならな、そんな気にするよりももっとさっきも言ったけど、違うとこ気にした方がいいやろって思うけどな。あと、個人的には、俺、あんまりさ、
酒好きじゃないからさ、居酒屋とか旅行先とかでさ、飯食うとこなくて居酒屋入ったりするとさ、ソフドリだけ注文するとかめっちゃ気まずいんやけど、ああ、また確かに居。酒屋と。でも、スマホオーダーやったら、スマホ注文やったらさ、店員と会話せんからさ、店員の顔色一切気にせず、お茶とかさ、ソフドリ頼めるから、結構やりやすいけどな。あはは。なんか店員と対面やと、飲み物は何にしますかって言われた時に、水でとか言いづらいやん。ああ、言いづらい。そういうのがなくなるのは、すごいありがたいな。まあ確かに、俺が飲食でバイトしとった時に、客の注文取りに行った時に、呼ばれてからメニューを決めるやつとか結構おんのね、じじいで。俺な。そういうやつらが、時間が無駄やんか。店員からすれば。拘束されてな。その間に、とか他にもやらなあかん仕事あんのに。だから、スマホで注文をしたくないっていう層は、店員とのコミュニケーションを取りたいっていうやつもおんのね。人情味がとか。あと店員におすすめ聞いたりとかな。まあ確かに、俺らがさ、学生の頃さ、若い女子大生みたいな店員にさ、注文したいっていうのがあったやん。あるな。可愛い子に注文取りに来てほしいとかあるよな。そう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 。あったといえどさ。まあそもそもスマホの注文が導入された店やったらそういう気も起こらんけどな。まあな。だから店員にナンパができなくなったんじゃない？店員にナンパできやんくなるのは確かにそうやな。配膳っていうかさ、メニューを注文したものを持ってくるのも結構ロボットになっとったりする店もあるやん。ああ、そやな。居酒屋とかやったらあんま少ないけど、焼肉屋とか。いや、ファミレスとかも全員ロボットよ、もう配膳ロボ。で、サイゼリアとかも確か会計セルフやったりするから、それで。だからもう本当店員と一切会話することなく。じゃあもう本当にあれやね。店員が精進化っていうかさ、キャストを減らす方向に動いとんのっちゃう。店も。もうほんと最初の何名様ですかって言われる時だけやな。確かに。でも店側からしたらさ、人件費もそうやし、ハンディとかさ、そういう導入費用を浮かせばさ、価格がそのまま、メニューの価格が下げられるんやから、客側としてもメリット大きいよな。それが、そのまま転嫁されてるわけやからな。そうそうそう。まあ、あと、外国とかに行った時もさ、スマホで注文できる店って非常に助かるけどな。ああ、助かるな。特に写真付きでメニュー書いてある店最高やな。そうやな。メニューのさ、名前とかがさ、翻訳されとっても結局どんなもんなんかわからんしな、サイズ感とかな。そう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 。外国におった時の方が感じるな。より、スマホでの注文の方がいいって。なんか中国とかは結構やっぱスマホで注文とか会計とかもキャッシュレスでスマホ決済が多いから、はいはい。結構良かったな、そういう意味では。逆に、まあ、スマホ決済しか選択肢ないみたいな店も結構あったな。現金をもう持たんのや、中国は。そうやな。まあ、偽札が多いかららしいんやけど。治安の問題か。もうだからそれしか選択肢ないっていう感じやんな。まあ、安い店はどんどんな、スマホ注文導入してさ、で、それが嫌なんやったら、高いけど対面の店に行くしかないんじゃない？そうやな。それに文句言うんやったらもう、金払うしかないやろ。と思うな。そんな、もうコミュニケーションを取りたいとか、口で注文したいって言うんやったらもう、高い店行くしかねって。いや、これはもう、老害ですよ。老害認定するけど、こんな文句言っとるじじいは本当慣れるしかない。もう店も、その客を選別淘汰する時代になってくんやから、意地張らずにスマホの操作覚えた方がいいっていうのが、まあ、俺の意見やな。通信量の問題、まあ Wi-Fi、すごいさ、ビルの中にあって、めっちゃ電波悪いのに、スマホで注文するしかないっていう店は、めっちゃイライラするけどな。あるよな。地下でさ、で、そもそもの電波クソ悪いくせに、スマホでやらせる店。いや、そういう店こそ、もう店内に Wi-Fi 置いて、そこだけの環境は金かけてくれって思うな。そうやな。まあだからスマホの注文を強要する店はさすがに Wi-Fi ぐらいはな、飛ばしといてほしいよ。まあ、それは、そうやな。せめてその Wi-Fi もな、出しとけば通信量でぐちぐち言うやつも、文句も減るやろうし。まあそこも設備投資やから削りたいやろうけどな、店は。でもそれくらいはな。ただでも、このスマホ注文が話題になった時に、結構 Twitter、X やとさ、それに文句を言う人に対するヘイトみたいなのがいっぱいあったけどさ、スマホ注文が無理っていうやつはもうただの老害や、みたいな。さっきの安藤さんみたいな感じでさ。いやいや、老害やろ。っていうやつもおるけど、それってさ、弱い者いじめじゃない？まあなんか SNS でさ、そうやって反対意見というかさ、スマホで注文することに対して、スマホないやつは店に行ったらあかんのかとか言ってる人に対して、
あなたは老害だよみたいな感じでさ、文句言うのも結局本人もそれ分かって言っとるから、多分。自分がスマホ使いやんことに負い目を感じ取ると思うから、弱い者いじめで快感を得たい人がさ、最近の X は多すぎるなと思うわ。確かにな。この件に限らずな。それは否めんけどさ。老害やって言うけど分からんわけじゃないやん。スマホの使い方がよく分からんとか。大体スマホをさ、通話と LINE しか使ってない人も結構おるわけやし。たまたま俺らが世代にスマホがあったからスマホを触れとるだけで、もうちょっと上の世代やったら分かってない可能性だってあるしな。そうやな。スマホ注文しかないっていうことを知らずに店に入ってしまった、そういうスマホを使いやん年寄りとかは不憫やんな。かわいそう被害者っちゃ被害者か。スマホ注文しかやってないって、店の前に書いとかなあかんもんな。もうそういう店は。さすがに店側もそのイレギュラーの事態を想定して、100% スマホ注文だけっていうのはなさそうやけどな。そうやな。よっぽど頑固な店やったら、もうお断りまであるかもしれんけどな。でもなんかスマホ注文導入しとる店がそんな頑固な店っていうのも、なんか矛盾してるような気もするけど。でも今、店によってはさ、現金なしの電子マネー、キャッシュカードのみっていう店もあるから。そうやな。そう考えるとやっぱ使えるに越したことはないから、時代に逆らわずに、スマホの注文をしっかりできるようにしといた方がいいんじゃないかな。そんな感じで、今日は最近増えてきた飲食店のスマホ注文が物議をかましとる件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。